おはよばー。お絵かき寄生植物のエヴァンマシロです。よく、このイラスト透明感あるねーとかって言ったりするけど、あれよくわかんないなーと思って、実際何なの透明感って。だって透明って透明じゃん。意味わかんない。透明感とかってあるかないか感じることはできるけど、説明したり実際に表現してみるのなんか難しいですよね。ということで今回は透明感って何なのというのを紐解きつつ、実際に透明感のあるイラストを描いて実践していきたいと思います。ラフと線画を描いてる間に透明感って何なのかというのを整理していきましょう。透明なものを見ると透明感があるなーって感じるわけじゃないですか。当たり前なんだけど、透明感にしても何にしても目から入ってくるあらゆる情報は突き詰めれば結局光の反射だと思うんですよ。空の色とかリンゴの赤い色とかも全部そう、全部。つまり透明を表現するには光が透けるもののその反射の仕方を知ってればいいっていうことじゃないかと思うんです。だから具体的なテクニックとしてはさ、なんか透けさせるとか周囲の色を映り込ませるとかっていう小技はいろいろあるんですけど、なんでそれが透明感の演出になってるのかって理由があんまり説明されてない気がするんだよね。だから、その工学的な理由っていうのを知ってる方が、なんか応用しやすいと思うんですよね。料理で例えるなら、ただレシピを知ってるよりも、レシピ自体を作れる人の方が、いろいろ料理作れそうな感じしますよね。そういう感じ。要はより根源的な情報を知っている方が、柔軟に対応できるということです。今描いているこの水に沈んだ絵場を描く上で必要な透明表現を整理していきます。ちなみにタイトルは水耕栽培です。まずここに一つの玉がありますね。透明感ということなので、とりあえず不透明度を下げてみたのがこちらになります。これでもいいんですけど、絵場なりに透明感表現を入れてみたものがこちらになります。2つあります。で、どっちかが薄い板でできた玉。で、どっちかがビー玉みたいに中まで詰まった玉なんですけど、わかりますかね？これ左が厚みが薄いコップみたいなイメージ。右がビー玉みたいに中までみっちり詰まったイメージで描いてみたものです。上のやつよりは下のやつの方が透明な感じが出てるかなと思うんですけど、要するにですよ、この下の2つの玉で起きている光学現象を絵の中で再現してあげることができれば、なんか透明感あるなみたいな風に感じてもらえるんじゃないかなと思うんですね。これ応用編としては本当は透明じゃないものもこの技術を使えば透明に見せることもできてしまったりするわけです。それぞれ見ていくと、どちらもツヤツヤの場合はなんか窓だったり蛍光灯だったり、その光源のライトがパキッと映り込みます。厚みが薄い方の真ん中部分は光がまっすぐ抜けていくのでほぼ光の屈折はないんですけど、輪郭が近いところに行くに従って光が反射しやすくなるので、反射光が入ってかつガラスの厚み分で映り込みが圧縮されるので、輪郭の付近にね濃い輪郭線が見えてきます。透明のコップの輪郭が黒っぽく見えるのと同じような感じですね。反射光を拾いながら映り込みが圧縮されて映るので、この輪郭のところに黒白はっきりと分かれた状態に見えてきます。なので近くに物を置いたら反射するので、その色もこんな感じで拾います。さっき言った小技の一つに周りの色を映り込ませるというのはこれのことをね言ってるのかなと思うんですけど、この理屈を知らないとこんな感じにやりがちですが、原理を理解しているとより写実的に表現することができるかなと。ほんで同じ透明感でもこっちのビー玉のように中がみっちり詰まった場合はまたちょっと違ってきます。特徴としてはみっちり詰まっているので内側に向かう境界が少しぼやけます。で、レンズ効果で光が屈折するので、影がそのまま透けなくなったり、光が減衰するので、その分少し暗くなったりします。
ことはレンズ効果で光が収束するので、影の方が逆に少し明るくなったりします。細かいところを見ていけばまだまだたくさんあるんですが、とりあえず今回の絵ではここら辺の現象を使って表現してみようと思います。さて、キャラの線画と塗り分けができたところで、透明感実践編ということで塗っていきましょう。はい、まずは水面です。早速さっきの解説の表現を2つほど取り入れました。1つ目は、水は透明な物質なので、さっきの玉の輪郭のところがハイコントラストになるという表現を水面に施しています。2つ目はですね、ビー玉の中身と同じように、水は空気よりも光が減衰しやすいんですね。なので上よりも水の中の明度を全体1段階下げています。こんな感じにですね、透明なものが持ってる性質を絵の中に取り入れていきます。肌のハイライトを入れていきます。水面が波打つことで光の屈折角度が変わってまだらに見えるような現象ですね。これさっきので言うとビー玉の影が明るくなるようなところですね。光が部分的に収束するみたいな現象になります。ここで泡を描いていきます。泡はね、さっきの厚みが薄い玉で説明した輪郭部分でシャドウとハイライトを拾う方法で表現できます。この緑色の玉でやったように、エヴァの髪や肌の色を泡に映り込ませるとよりリアルな表現になっていきます。最初に言った通り、水の中は光が減衰しているので、キャラの全体的な色味を抑えて少し淡めに表現をしています。葉っぱを描き込んだタイミングで水面に緑色を入れてみました。これも近くのものが映り込む表現ですね。キャラクターの影を調整していきます。今回は顔がアップなので、まつげに立体感を持たせるなどして、瞳の周りのディティールを少し持っていきます。これ実はね、肌も厳密に言えば透明の部類で、最近流行ってる影の境界に赤い色を入れる表現。これ今入れたこれですね。これも透過表現の実は仲間なんですが、ちょっとね、長くなりそうなので今回は省略します。肌と髪の透明感については、もし希望があればね、今度動画にしてみようかなと思います。キャラクターがおおむね塗れたところで背景を描き込んでいきます。全然何も考えてなかったから、どうしようかな。水草とか生やしてみようか。ハスの葉っぱですね。これも水の中は空気よりも光が減衰するという法則を踏まえて、茎と葉っぱとでね、鮮やかさに差をつけています。遠くと手前を両方描くことで透明なものの物理法則を描写できるので、ここは水中なんだぜというメッセージを見る人に伝えることができます。茎に上からの光を落としていきます。上側が少し寂しく感じたので花を描いてみました。手前の水草を描いて遠近感を強調したら細部と全体を微調整します。水の中の光の減衰は深さ方向にもかかるので、下側を暗くグラデーションをかけて、最後にね、ちょいとワンポイントでカエルくんを付け足しまして、完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。透明感というテーマで水中にいるエバマシロを描いてみました。水といえば青いイメージがありますが、今回はあえて青系の色は使わずに水中を表現してみました。透明感は全然関係ないんですが、個人的には頭の葉っぱの曲線がすごい綺麗に描けたことが気に入ってます。最後にカエルを足したことで絵としてはまとまったかなと思うんですが、カエルは食べようとしてるようにしか見えないですね。エバマシロの貴重な捕食シーンではないです。カエルとエバマシロの可愛らしい戯れを表現してみました。ということで今回の動画は以上になります。透明なものを透明だと感じさせるポイントは一体何なのか。身の回りのものをね、観察してみても新しい発見があるかもしれません。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。カエル食べたことありますけどね。